調べが面白いところ教えてあげるよ。面白いとこ、こんなに山ほど案内してあげる。だから、いっぱいたくさんとびきり感謝するのよ。調べはあんたより、ここ、長いんだから。はじゃあ、いただきます。いただきます。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ねえ、じゃあ、そろそろ行こっか。嫌なの？調べが一緒に行ってあげるって言ってるのに。嫌なの？嫌なの？嫌なの？ちび娘、あんまり無理言うんじゃないの。あ、その名前を言ったな。何それ？調べの学校でのニックネームなの。お姉ちゃん、ダメでしょ。だって調べがあんまり言うこと聞かないから。じゃあ、縁側で待ってるからね。バヨヨーン。ケンボー、やっぱ来たんだ。私って罪な女ね。じゃあ、調べの後タタッとついてきて。とりあえず橋のとこまで行ってるからね。私にはそれがなんだか恐ろしく手間のかかる生き物との人生で最初の遭遇だった。ここはボロッチだったのをうちのお父さんが今回直したんだよ。へえ、大工さんみたいなんだ。このちっちゃい川はね、雪の川っていうのよ。そうなんだ。ねえ、雪って雪？うん、お空から降る雪。へえ、ここは雪が降るところなんだ。あんたのとこはちっとも？たまにしかね。ふふ、かわいそうね。でも本当はホタルがポコポコっとたくさん生まれる川だから雪の川って名前になったんだって。なんでかな？なんでホタルがポコポコで雪って名前になるのかな？それは。へえ、知らないんだ。違うわよ。あんたにだけはどんなことがあっても教えちゃいけないってお父さんに絶対言われたんだから。絶対に秘密なんだから。このお地蔵様はね、あら？あんたと一緒だと最低だわ。これは占いができるお地蔵様なの。あんたもやってみる？特別に許可するわ。僕、お地蔵様を叩くなんてできないよ。じゃあ、あんた、私にぶん殴られたいの？そんな。お地蔵様、ごめんなさい。
ないわね。じゃあ先に行ってるよ。遅い。レディを待たせるなんて本当にダメな人ね。ごめんなさい。まあ、調べはとても優しい子だから特別に許してあげる。この花はね、中の蜜がとっても甘くて美味しいの。あ、本当だ。こりゃいいね。ね、なんて花なのこれ。確か、紫チューチューっていうの。そうなんだ。そうだよ。にひひ。じゃあ次ね。あれ、おばちゃんだ。二人が仲良くしているところを写真に撮ろうと思ってここで待ってたのよ。うちのお母さん、昔東京でカメラマンやってたんだよ。すごいでしょ。カメラマン？でも助手だったのよ。一人前になる前に結婚してここに来ちゃったから。さあさあ、二人とも並んだ並んだ。はい、お父さんが好きなのはチーズ。じゃあ写真ができたら見せてあげるね。家に帰ったらゆずきさんにも見せてあげるんだよ。きっと喜ぶわ。ゆずきって誰？うちのお母さんだよ。ちゃんといい子にしてたってお母さんに教えてあげなきゃね。じゃあ二人とも仲良くするのよ。そろそろ調べも帰ろうかな。この先は橋が落っこっちゃってるし、あっちの方はでっかい蜂の巣があるし、あんたはスイカ畑の見張りでもしててね。ちょっとだけ楽しかったよ。じゃあね。でもあんたまでちび娘って呼んじゃやだよ。スイカ泥棒はいかにも腕っぷしの強そうな地元の子供だった。そして私のいつもの癖が始まった。誰かいるのか？もうダメだ。そう思った時、ちぇ、山犬でも降りてきたか。その雄たけびはどこか遠く深い山々の奥の方から、夏の里山の騒々しさとはまるで不釣り合いに寂しく
そして悲しく響いた。その大きな蜂の巣はぐらぐらと揺れて、あと数回竿でつつくだけで地面に落とせそうな感じだった。調べとデートしたのかい？男の子は何かと大変だな。おじさんも誰かとデートしたいな。あ、そこ危ないから触っちゃダメ。その棚は作りが悪くてちょっとぐらついてるみたいなんだ。何度も何度も修理してるんだけど、なんで落ちちゃうんだろう。今日はたくさんいっぱい楽しかったでしょ？今度はもっと遠くまで連れてってあげるわ。今日はたくさんいっぱい楽しかったでしょ？今度はもっと遠くまで連れてってあげるわ。調べってあれでも可愛いところがあるんだよ。僕くん、面倒見てやってね。はあ、お腹きっつい。トウモロコシ食べ過ぎた。さっきの写真うまく撮れてるといいね。僕くん、今日の晩ご飯は何だと思う？じゃあ今日の晩ご飯楽しみにしててね。
僕くん、この辺の池や川で釣りをするときは水に落っこちないように気をつけるんだよ。この辺はほとんど釣り人が入っていないからものすごい数の魚がいるんだ。水がきれいで魚がよく見えるときは魚の動きを見て合わせのタイミングを取るといいよ。あまりよく見えないところでは目印に軽い受けをつけるといいかもしれないな。でも魚から僕くん自身が目立っちゃいけないよ。いいかい？直接魚の動きを見て合わせのタイミングを取るか、あまりよく見えないときは軽い浮きを目印につけるんだよ。今日はたくさんいっぱい楽しかったでしょ？今度はもっと遠くまで連れてってあげるわ。じゃあいただきます。いただきます。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。いやー、今晩も暑いね。じゃあかき氷でも作りましょうか。かき氷のシロップは何が好き？ねじゃあすぐに作り始めるからね。うわー、すごいな。ちゃんといっぱい感謝して食べるんだよ。こら調べったらもう。僕くん、氷なんていくらだってあるんだからたくさん食べなさい。医者がいないこんな山奥の生活だと風邪をひいたり蜂に刺されてもすぐに病院ってわけにはいかないから、氷はいつでも用意してあるもんなのよ。そんなこんなでずいぶん丈夫になりました。そういえば僕くん、蜂の巣にいたずらをしちゃいけないよ。おじさんはガキの頃釣り竿で蜂の巣を落としたことがあるんだけど、たくさんの蜂に追いかけられて、それはもうえらい目にあったよ。わかったよ、おじちゃん。僕、絶対そんなことしないよ。おばちゃん、ごちそうさま。はい、お粗末様でした。あ、僕くん、かき氷おかわりね。でもあまりたくさん食べてお腹を壊しちゃダメよ。ちゃんといっぱい死ぬほど感謝して食べるんだよ。こら調べったらもう。おばちゃん、ごちそうさまでした。今日の晩ご飯は春巻き、八宝菜、スープに豆腐サラダと中華でまとめてみました。僕くん、この辺の池や川で釣りをするときは水に落っこちないように気をつけるんだよ。この辺はほとんど釣り人が入っていないからものすごい数の魚がいるんだ。水がきれいで魚がよく見えるときは魚の動きを見て合わせのタイミングを取るといいよ。
あまりよく見えないところでは目印に軽い浮きをつけるといいかもしれないな。でも魚から僕くん自身が目立っちゃいけないよ。いいかい？直接魚の動きを見て合わせのタイミングを取るか、あまりよく見えないときは軽い浮きを目印につけるんだよ。かき氷ってカロリーが少なくていいな。今日はたくさんいっぱい楽しかったでしょ？今度はもっと遠くまで連れてってあげるよ。主食にしたいな、これ。